海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは。こんにちは。 WRM のジャパリーダです。グッチーです。新商品の紹介です。新しいブランドザ・エッグの台湾ニアというラケットを紹介します。はい、これすごいんですよ。今こちらに現物があるんですけど、グッチさん見てもらっていいですか。まずはい、ちょっと見ます。どうですか。超アウター。そう、超アウターなんです。上板のすぐ近くに特殊素材が入ってますよね。やばいですよね。本当に超アウターなんですけど。しかもこれ上板見たことないような色してますよね。確かに。この色。台湾アカシアっていう非常に硬質な板を使ってる。どうですか、このめちゃめちゃ硬い板に超アウター。もうなんか想像できますよね。プレーがやばそう。やばそうっていう。超えぐいプレーがなんか連発しそうな。まあでも板自体はみんな大好きな薄ラケなんで、この辺が実際どうなるかですよね。楽しみですね。楽しみですね。本当に誰が使えるんだろうみたいな。はい、まあそんな見た目なんですけど、実際シダの方をまず見てもらいましょうか。今回はね、シダにやっすんが担当してくれてるんで。やばそうですよね。もうやばそうなんだけど。はい、気になるシダ動画の方をまずご覧いただきたいと思います。どうぞ。ザ・エッグ台湾ニアのシダ動画になります。今回使用しているラバーはフォア面にネクサス EL Pro 45のスーパーセレクト、バック面はスピンファイアソフトを貼ってシダを行っています。台湾ニアは板厚で言えば今市場で最も支持されている厚さの合板なんですけども、その性能は全く異なるものです。圧倒的なスピード性能にシダしているやすんも驚きを隠せないでいます。シダの後半にはオールで打っています。スーパープレーも数多く飛び出していますので、ぜひ最後までご覧ください。球が速すぎてラリーが続きません。面白い。これやばいやつだ。バックもめっちゃ速い。速すぎて入らない。こんな速いラケット使ったことない。それは楽しそう。それめっちゃ球速い。気持ちいい。こんなラケットあるんですね。何よ。塗ってるよ。塗ってるわと。やべえ。カールタッチで速い。入ったらマジノータッチすぎてやばいな、マジで。早すぎ。なんであの台の。
よっしゃ。はい、すごいプレーでしたね。やばかったですね。やばかったですね。じゃあいつも通り、この台湾ニアの特徴を3つ紹介していきたいと思います。では早速特徴その1、グッチーさん教えてください。特徴の1つ目は速いっていうところです。まあもうプレー見てたらもう分かるんですけど、めちゃくちゃ速かったですね。圧倒的なスピードですね。これがとにかくもう目についたのかなと思います。多くの視聴者の方。そうですね。ちょっとね説明しておきたいんですけど、こちらのラケット 5.8 ミリです。どちらかというと板薄な方ですよね。そうですね。だから今一番市場で支持されてるラケットの厚さなんですけど、その厚さであのスピードは多分過去一速いって言ってもいいぐらいですね。イメージとして厚ラケの性能があると思います。7ミリとか7ミリ超えるようなラケットの性能がこの台湾ニアにはありますね。しかもサーブもめっちゃ速く回転もかかるんですよね。そうですね。速くてかかる。やっぱこの板硬いんでサーブ切れますよね。切れます。プラス速い。速さも高速サーブがえげつないことになるんですね。サーブマンはかなりいいかもしれないですね。特にロングサーブ多用する。結構最近ロングサーブ多用人多いんで、ロングサーブ多用型にもぜひ使ってもらいたい。そうですね。まあとにかく僕が今まで見てきたラケットの中でもこの板厚でこんだけ速い、こんだけ硬いラケットって今までなかったと思うんで、それだけでももうかなり特徴的なラケットだと思います。ではグッチーさん、続いて2個目の特徴を教えてください。2つ目の特徴は回転の影響を受けないっていうところですね。はい。これがもうブロックの時とか、あとはなんかレシーブする時の相手の回転の球とかを影響を受けずに、ほぼなんか影響あんまり気にならずに、もう離れるの早いんで、食らう前に飛んでいくっていうか。そうですよね。まあこういう板の薄いラケットは逆に言うと普通受けるんで、だから支持はされてるけど決して簡単なラケットじゃないんですね。本来薄いラケットって回転影響を受けちゃうから、この台湾ニアはそれがないってことですね。相手がドライブグッてかけてきてもそれをもう厚ラケみたいな感じで鈍感にこう楽々ブロック当てるで返せちゃう。しかも速さもお墨付きでいくっていう。でレシーブのつっつきとかももうあまり影響を受けずにサーブの影響を受けずに返せて、しかも速い高速つっつきでいけるとか、フリックとかもいいんですよ。台上のフリックとかも相手のサーブに対して弾けるの弾きがいいので、あまり回転気にせずにパンと台上で弾くとか、そういったプレーとかもすごいしやすいです。しかも速い。しかも速い。だからね、スマッシュとか今難しいじゃないですか。そうですね。用具の性能が高いからスマッシュ打つの難しいんですけど、引っかかっちゃう用具が多いですからね。これだったらね、速いんで回転影響受けないし、スマッシュシダ動画でも安いがバックのね、まあプッシュですけど、たくさん決めてましたね。えらい速かったですね。まあそういった回転の影響を無視したねプレーが得意なんで、まあ結構今回転にこう依存した市場になってるじゃないですか。そうですね。だから結構ね相手としてもやっぱ勝ちやすいと思います。確かにそうですね。
はい、じゃあ2個目ははい回転の影響を受けないというはい。特徴でした。それでは3つ目の特徴、グッチさん教えてください。はい。特徴の3つ目は前中陣に特化してるということですね。そうですよね。はい。あ、そうです。前中陣のプレーがね、めちゃくちゃ光る。ありますね。とにかくスピード感あるプレーで相手のプレーの影響も気にせずにできるですね。できますね。前陣、特に前陣寄りのプレーしてる人、台に近いところ。これちょっとごめんなさい。そもそも言わせてもらっていいですか。はい。前中陣に特化してるじゃないですか。はい。もう絶対そうなんですよ。でも実はプレイヤーの 90% は前中陣ですよね。間違いないと思います。後陣でプレーする人っていうのはカットマン除いて、まあ正直言うとほぼいないとは思うんですよ。裏の攻撃選手であるなら、まあ特に表もそうか、表とかもそうですよね。基本的にそうですね。ほぼ前中陣。前中陣ですね。だと思います。って考えると、まあ本来適したラケットっていうイメージもしますね。はい。なんでブロックで前で振り回したりとかもできるんで。そうですね。速いっていう点で唯一難しいとしたら。ドライブを思いっきりかけるっていうのが、まあ難しいですね。ちょっと硬いんで。そうですね。はい。ただその前中陣でドライブ思いっきりかける場面ってあんまないんですよね。どっちかというと早く打つか、そうですね。ミートするか、バックハンドで振り回すかとか。結構多いですよね。確かに。だからもう本当特化型っていうイメージですね。本当さっきも言いましたけど勝ちやすいと思いますね。ということで3つ目。前中陣に特化したラケットである、ということでした。ありがとうございます。はい、グッチさん、3つの特徴、素晴らしい特徴でしたね。そうですね。衝撃的なまあ本当に今までにないようなラケットなんですけど、まあちょっと補足として、どんなラバー、どんなプレイヤーに向いているかっていうところを少し話していきたいんですけど、まあ、前中陣っていうね1個ワードが出ましたけど、ラバーはグッチさんどう思いますか？そうですね。ラバーは柔らかい、裏の選手であれば柔らかいドイツ製のテンションラバーとかで。そうですね、まさしく張って前でブロックとカウンターで振り回していくっていうのが、相手のプレーの影響も受けずに、快適にプレーがしやすいのかなと思います。そう、柔らかいっていうのがポイントかもしれないですね。そうですね。45度以下。そうですね。ドイツコードで45度以下。そうですね。僕は逆に粘着。粘着。これはごめんなさい、難しいかもしれないけど性能が結構ね生きると思います。すげえ硬いんでこするっていうのは結構得意だと思います。であともう一個表。表ですよ。まあ安を打ってましたけど、いいボールを出しましたからね、表で。表よって言ってしまってもいいぐらい表とはかなりマッチしていると思いますね。この辺ですね。逆に流行りのテンション、ボリュームゾーンの 47.5 から50度ぐらいのスピン系テンションはちょっとどうかな、難しいかなっていう気はしますけどね。逆にそれ以外だったら何でもいいよっていうラケットだと思いますね。そうですね。その位置だと思います。本当にこれ使う人も一見難しいように思えますけど、その回転影響を受けないっていうところでは初中級者でもいいように思えるんですよ。そうですね。最初はその打感のその飛びの打感がやっぱ結構すごい飛びがいいんで、本当に。そうですね。速いですよね。それに慣れてしまえばもうずっとその距離感で球感が飛びやすいので影響を受けにくいんで、なのでそうやって思うと一回慣れちゃえばすごく安定したプレーができるはずなんで、逆にボールが暴れないですよね。相手の選手が変わろうと同じプレーがしやすいと思うんですよね。そうですね。なのでそうやって思うとしなったりしないんで、その辺にしなって食らって相手のボールをこうふかしミスとかしづらい感じにもなっているんで、そうやって思うと初中級者の方にもいいと思いますね。いいですね。まあデザインも素晴らしくいいので、本当おすすめだと思います。そうですね。はい。はい、ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございます。WRM で取り扱うラケットとして今回このザ・エッグの1本目になります。1本目に選ばせてもらったこの台湾ニア、素晴らしいラケットですね、グッチさん。そうですね。非常に他のラケットと似た感じじゃない。そうですね。性能を持ってるっていうのはいいですね。考えられてますね、ちゃんと。本当見た目も作りも性能も本当に新しい、今までにないラケットだと思うので、このザ・エッグの台湾ニアぜひよろしくお願いします。お願いします。